始まりました。今回はなんとまだガム噛んでんのかとそういやそうだったんだね。バルダーズゲートからはい。また行かさせていただくということで一応5、6ですかね。まあそうね。だってこれ出来的には殴るだけだし。5、6ノートの下で、はい、今回はティームさんに作っていただきましたんで、紹介していただくんですが、残酷な救済者ラファエルになります。はい。ラクドスです。能力僕が説明させていただいてよろしいですか。ラクドス5マナの44で飛行です。あなたがコントロールしていて、これでない全てのインプやデーモンやティーフリンクやデビルは11修正を受けて反魂を持つという。はい。いやーもう5、6で反魂って言ったらうげーってなるっていう。そうなのよね。一応ね。そこに目をつけたと。ああ、そうそうそう。いうことですよね。で、一応おまけの能力で、各終了ステップの開始時に、このターンにクリーチャーカードがいずこかからあなたの墓地に置かれていた場合、このクリーチャーが死亡した時1点飛ばせるっていうデビルが生成されると。これはラスされましたら、こいつが残ってれば、デビル生成されますよね。残ってればっていうのはマラキューの最短みたいなことでだから下の能力はねちょっと無理があるかなと思っている。一応おまけですよね。本当におまけ。上をメインにそうね考えてきたデッキということになりますかね。はい。でここからはご紹介をお願いします。まずラファエルはですね、まず本人はデビルです。なるほど、本人デビル。はい。本人はデーモンではないというところはちょっと気をつけてください。なるほど。一応サポートブロックはもちろんインプやデーモンやティーフリンクやデビルということになりますので、その種族のカードを積極的に採用したいなるほどということには当然なります。なりますね。でまずインプ無視してください。インプいなかったインプいなかったのか。インプはいません。いないのか。インプはないね。ないのでほぼデーモンデッキです。デーモンデッキ。なるほど。はい。でティーフリンクやデビルに関しては、少々いるというような塩梅になります。じゃあデーモンです。デーモンといえば何を入れますかっていう話なんですけど、でももうほぼ5マナ以上です。なるほど。でかいですよね。デーモンね。激アモです。例えば、クソデカデーモン代表は血の取引者ピリスですね。ピリス有名なね。化け物ですよ。大体墓地から出てきますけどね。当然墓地から出す手段ないことはない。能力は8マナ、88、ライング。でライフを失うと、その点数に等しい枚数のカードを引きますと。なるほど。でそれ以外に1マナ2点ペイでクリーチャー1体にマイナス11修正と。結果的に2ドロー。なるほどね。1マナで2ドローできるんですね。っていう能力を持っております。こんなもん出てきたら、普通はね、こいつでバックドローして、何かしらのコンボを決めて、勝利するというデッキ構成になるんですけれども、このデッキは殴るだけで殴るだけ。救急ですよ。そう救急で反魂ですから人はそれで死ぬんで一応やばいっていう構成になります。なるほどね。柏だったらねやばいですよね。救急の反魂殴ってきたらやばいですよ。そうなんですよ。飛行反魂。その前に殴り殺されてる可能性がないとは言わないんですが。なるほど。でそんなクソデカデーモンたちを入れていくので、まず必要なカードでございます。もちろんマナ加速はねガンガンしていくということになりますので、なるほどなるほど。マナファクトは通常よりも多めの構成にはなります。でその上で、フェラルド・オブ・スラーネッシュという買いました一回紹介したことがあるウォーハンマーのデーモンでございます。こういったデーモンスペルが2マナ下がる。すごい強い。しかも本人は3マナと嘘でしょ。デーモンサポートに特化したカードでございます。さらに他のデーモンは速攻を持つという効果もついてまして、さっきのビリスなんかがですね、一応6マナで88で速攻を持ってると。やばい。いうことに一応なります。こいつおそらく全てのデーモンの中で最強ですよね。そうですね。マナコスト的に最小の範囲のサイズだし、おそらく最強のデーモン。いや最強のデーモンです。こいつがいないとデーモンで成立しないかもしれません。それ以外のところで言うと、ラクドスですね。ラクドスね。ラクドスご本人。ご本人当然デーモンですから、こいつら6マナなんで、デーモンの中では軽い方というわけわかんないこと言うんですけど、6マナでも軽いですね。軽い方と、結構強いなと思ったのは混沌の守護者ラクドスです。
カルロフ邸殺人事件のラクドスですが、こいつは66飛行トランプル、6マナー、で終了ステップ開始に対戦相手1人対象として、そのプレイヤーが土地でもトークンでもないパーマネント2つ生贄に捧げない限りは、私がカードを2枚引くと。これ終了ステップ、毎ターンってことですよね。そうですよ、あなたの終了ステップ、なの終了ステップにほぼ2ドローできるカードだと。ブレイズより強いですよね。でかいからね、本人の戦闘スタッツがめちゃくちゃ高い上に一応アド取れるということで、かといってこいつを除去するかって言われたら微妙なところなので強いです。強いですね。はい、もう一個はラブニカのギルドかなんかのラクドス、名演劇ラクドスです。これ確か楽しいカードですよね。楽しませろって書いてありますからはい、これも6マナとちょっとデーモンとしては軽いと何言ってるんだって話なんだけど、こいつがいいところはスタッツはもちろんでかいんですけれども、出た時に、デーモンでもデビルでもインプでもない各クリーチャーにつきそれぞれ1回コイン投げをして、裏だったらそれぞれ破壊すると。なるほど。だから基本的に一方的ラスです。なるほど。ティーフリン半分ク以外だけは。そうよくお気づきで、これティーフリンクはこいつサポートしてないんで、ティーフリンクは 50% の確率で死にます。お気をつけください。なるほど。はい。みたいなデーモンを入れていきます。で、先ほども申し上げましたけど、基本的にはそのスタッツでぶん殴っていくだけです。なるほど。ぶん殴っていくだけなんで、そのダメージをですね、上げたいと。なるほど、上げたいですね。上げるのに、じゃあ再戦闘とかの呪文使いますかって言われたら、いやー、まあデーモンで賄えるんでデーモンでいいでしょうということになります。はい、まず一つは、アクロソツの高血者。なるほど、これいいな。4マナとデーモンの中では最軽量。めっちゃ安い。マナコスト安い。で、飛行24でスタッツはちっちゃいです。ちっちゃいですね。で、あなたのターンの間に、対戦相手1人がライフを失うなら、代わりにそのプレイヤーその2倍のライフを失うと。なるほど。はい。ダメージ2倍みたいな。そうですね。まあラクロス1体パンチしたら、まあ66なんで、基本的には12点食らってください。出てれば倍ですよ。出てればもっとで。14反抗するんですか。そうですね。嘘でしょ。反抗はもちろん与えたダメージ分なんで、2倍になったり、こいつの場合はしないです。なるほど。はい。あともう1体、同じような効果で、絶望の魔人。こいつは8マナなんで。でかいな。まあ最重通常ぐらい。通常ですね。8マナ。通常ぐらい。8マナ何枚が入ってますから。でけえ。で、こいつは66飛行。で、対戦相手はライフを得られないという効果もついています。なるほど、なるほど。で、その上で、各終了ステップの開始時に各対戦相手はこのターンに、そのプレイヤーが失ったライフの点数に等しい点数のライフを失う。傷の反射ですね。傷の反射内蔵。傷の反射内蔵してて、ライフを得られない効果もついてて、66のご本人がついてると。強い。まあ、8マナなんで。8マナなんでね。これぐらいの効果ついてないと。そうですね。いうことになります。デーモンが何体かでね、殴って、その後でその点数分ライフ失えば、まあ死ぬでしょうと。すごいですね。いうことになります。もう一体ある意味、同じように点数が倍になるカードということで、こいついいなといつも入れるんですけど。これいいっすね。ふわまき。いいっすね。6マナの66のデーモンです。なるほど。普通ですね。デーモンとしては。普通。サイズも普通だし、マナコストも普通と。多いっすけどね、6マナ。で、こいつが場に出るに際し、プレイヤー2人を選びまして、その選ばれたプレイヤーのうち1人にダメージが与えられるたび、もう一方のプレイヤー同じ点数のライフを失うというカードです。これカジュアル闘争者やられるんだったら、めっちゃ持っといた方がいいですよね。このカードめっちゃいい。例えば誰かね、ブロッカーガチガチに固まってる人がいたとしても、要は通るところってあるんで、通るところとこいつを合体させれば、そうですよ、共有させればそのブロッカー立ててることの意味がなくなるんで、そうなんですよね。そこのところがかなり強いカードということになります。はい、ダメージ倍化するカードっていうのがですね、他の種族、デーモン以外のサポートしてる種族にですね、何体かいるんですよ。それも使っていきたい。要はどんどんダメージを与えていきたいという時なんで、使っていきます。一つは極悪な2人組。極悪ね。こいつはデビルですから。デビルなんですね。
デビルですから。なるほどなるほど、はい、6マナ55先生で対戦相手にダメージを与えるならその点数は2倍になる。なるほど、はいはい、私がっていうことではないので、はい、これは対戦相手同士がダメージを与え合ってももちろん2倍になります。確かに。ただもちろん自分が与えるダメージの方がはるかにでかいはずなんで。確かにすごいですね、はいはい、これは反抗はダメージ2倍だから、はい、反抗も倍ですよ。反抗もこれは倍です。これは倍ですよ。失うのが倍になってるわけじゃない。はい、はい、もう一つはティーフリングからいきますが、ティーフリング、はい、ティーフリング世界代表。ティーフリング世界代表ですね。ティーフリング世界代表のこいつはバルダーズゲート世界代表かもしれない。皆さんお気づきかもしれない。アベルンスの分のカーラック。めっちゃ値段上がってますよね。ああ、そうだってこいつ強いよね、普通に。こいつはあなたが攻撃するたび、はい、このターンの最初の戦闘フェーズである場合は追加コンバットを得ますよという効果のクリーチャーです。で先制を得るんですよね。そうですね。なので、基本的には一方で倒して再戦闘できるというような立て付けになっているし、これは本人が行かなくても再戦闘はかかるんで、再戦闘系クリーチャーの中では今でも一番強いと思う。強い、確かに。はい、当然の66のデーモンたち並べて再戦闘すれば、はい、一応人はお亡くなりになるはずだと。やばいやばいやばい。そこまでどうやって持っていくんだっていう問題があるんですけどね。まだコスト何万の話してる。今の話何万の話してんだっていう。そうなんですよ。はい、はい、でそれ以外のところでティーフリングで強いっていう意味と、こいつは十分フィニッシャーになるっていう意味でご紹介させていただきたいんですが、はい、エルタレルの生存者っていうティーフリング、こいつは4万の04、はい、04みたいな話なんですけど、はい、トランプル無人です。なるほど、はい、なのでこいつがアタックへ行くと全員にもアタック行けますと、でこいつが攻撃している限りこれはプラス X0 修正を受けて、X は防御プレイヤーがコントロールしている土地の数に等しいと。海岸線の貴族と同じ能力ですよね。そうですね。5点とか、はい、もっと土地伸びてるデッキの人なら、まあ10近い値。だいたいカジュアルですと後半とかにこれが、殴っていく状態だとみたいなことですよね。そうですね、はい、でこいつは無人でティーフリングなんで、はい、ライフももちろんラファエルが出てる場合はがっつり回復できるので、そういう意味でもライフを引き離して勝利もできるということかなり強いカードです。ただ一応こいつ攻撃状態になるとプラス X0 修正を受けるっていう常在能力なんで、はいはい、再戦闘とかしても値は増えないですから、ここはちょっと注意してください。っていうような感じで殴ってそのダメージを倍にして、反抗してフィニッシュすると。そのためにマナ伸ばして1回小粒の生物流すために全力を打ったりしてというゲームプランとなるほどいうデッキになります。まあ分かりやすい脳筋デッキですね。脳筋ですね。反抗ですもんね。そうなんですよ。反抗脳筋デッキ。そうなんですよ。ただ黒絡みなんでね。なるほどなるほど。その辺が御堂とは扱いが違うところにはなります。なるほど。はい。で面白カード、はい、何枚かご紹介していただけるみたいなんですが、そうですね、はい、これはちょっとこういうゲームプランを考えてたという意味で、うまくいかなかったんですが、ご紹介させていただきたいんですが、はい、デーモンの中でね、はい、クソゲー始めるデーモンと言われてるやついるんですけど、いるんですか？いるんですよ。今紹介するこの狂気の主婦っていうデーモンなんですけど、なんだろう、興味ある。こいつは6マナ64のとんでもないデーモンです。とんでない、はいなんですが、はい、こいつは各終了ステップの開始時に、はい、各プレイヤーはそれぞれ自分の手札を捨てるとこれいうデーモンです。なるほど、これどういうことだこれ何が始まるんだこれ。もうとりあえずこれ出すじゃないですか、はい、戦闘した後とかで終了ステップ入りますと、全員の手札がなくなるんですね。各終了ステップに全員そうですなくなる。はい、どういうことですか？だからインスタントでドローしようが何しよろうが、はい、終了ステップの開始時になったらばみんな手札を捨てます。これすごいぞこれ。なんか悪用できそうだけど何にも悪用できなそう、つまりどういうことが起きると、はい、もうずっとトップ勝負です。で殴り合えばいいってことっていう考え方でこれのプランを取ったってことですか？そうですね。これ面白いですね。でもなるほどね。でかいデーモンハンコンついているっていう盤面の状態でこいつを出して、もうトップ勝負に持ち込めば勝てるでしょと考えたわけですよ。なるほど、ちなみにこれ活躍しました？これは一回も来なかった面白いだろうなこれ出たらこれ出たら面白いだろうな。クソゲー製造装置ですからねこれ
なるほど。はい。はい。で、あともう一枚。もう一枚もこれクソゲー製造装置と言われてるカードなんですけど、はい。出したら負けると言われています。はい。出した人は。はい。アベルヌスへの加工という。なるほど。バルダーズゲートのカードでございます。はい。これ3マナのエンチャントです。はい。で、あなたのアップキープの開始時に、これの上に加工カウンター2個置きますと。で、その後、各プレイヤーは、その加工カウンター分の宝物トークンを生成しまして、その点数分のダメージを受けます。はい。なるほど。はい。なので、初め2個で宝物出て、2点オールで、次4個宝物出て、4点オールで、なるほど。次6個宝物出て、6点オールです。まあ大体その辺でゲーム終わってます。はい。というクソゲー製造装置なんですが、なるほど。大体自分が死にます。まあでもこのデッキだとってことですよね。一応うまいことライフゲインしていっていれば、そのでかいマナコストででかいデーモン叩きつけていって、うまいこといくかなと思ったんですが、そううまいことはっていうそうなのかなんですよ。なるほどね。これを設置した試合は負けましたそんな感じでラファエルの紹介は以上になりますかね。はい。まあでも結構なんか楽しそうなんですよね、このハンコっていうの、ギミックが。なんとかどうにかできないかなと思って、このデーモンで。なんか楽しそうでいいですよね。これでこの間捨て頃行ってきたばっかりなんですよね。まあそうですね。捨て頃行ってきたんですよね。行きましたね。捨て頃の終わった週に撮ってるんですけど、この動画。で捨て頃楽しかったですよね。まあ楽しかったですね。全く勝てませんでしたけどね。いやもっとみんなちゃんと下で聞くんでね、ある意味ね。でも盛り上げることもできなかった。あんまりできなかったですね。まだまだですね。そうなんですよ。捨て頃面白いですけどね。捨て頃好きだから。やっぱりもっとね、盛り上げれるコミュニケーションを取らなきゃいけないと思う。難しいですね。僕フラプスで出たんですけど、いっぱいマナ出たところで歪んだ世界を打ったんですよ。そしたら盤面が全部オールパーマネント本当のねじれ。そしたらぐちゃぐちゃになって。まあそらね、ぐちゃぐちゃにする呪文です。で、創造の歌とテベリの永遠の洞察が出て、どっちも強制なんだよ。どっちも強制。で、あと問える呪文がフォードルしなきゃいけないから、フラウスも出てる状態で。だからライブラリがなくなりましたね。でも特殊勝利はできないから。特殊勝利できないし、無限ないのにライブラリなくなるっていう。まあ盛り上げポイントはいただきましたけど。もらえた。なるほどね。実質勝利じゃないですか。これ見てる方は捨て頃をご存知じゃない方、結構いるかもしれないんですけど、今東京では捨て頃が大盛り上がりなんで、ぜひ参加してみてください。あとこいつね、今回はラファエルの紹介なんですけども、ラファエルに入りそうなデーモン、インプあるか？いや、インプはマジないと思うんだよね。1マナ2マナでなんか本当にちょっと邪魔するみたいなクリーチャーしかいないから。ティーフリンクはもうほぼ紹介しましたもんね。ティーフリンクはそもそも絶対数が少ないし。デーモンかデビルをいましたら、こいつ良さげだっていうのをコメントしていただけると嬉しいので、お願いしますということで、あとチャンネル登録お願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。